り解説。1977年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1977年ってどんな映画が日本で公開されたか知ってる？それは面白い質問だぜ。1977年は名作揃いの年で、映画ファンにとっては忘れられない年なんだよ。特に洋画も邦画も、歴史に残る名作がたくさん公開された年なんだぜ。へえ、そんなにすごい年だったんだ。それで、どんな映画があったの？例えば、ロッキーやキャリー、幸福の黄色いハンカチなんかがその年に日本で公開されてるんだ。他にも、八甲田山や大陸横断超特急なんて、ジャンルも色々あって楽しめる作品が揃ってたんだぜ。聞いてるだけでもワクワクしてきたよ。じゃあ今日はその映画たちをランキング形式で紹介していくってこと？その通りだぜ。今回は、1977年日本公開映画ベスト10を、10位から1位までランキング形式で詳しく見ていこう。お楽しみに。第10位。友よ静かに死ね。第10位は、友よ静かに死ねね。どんな映画なのかしら？友よ静かに死ねは、1977年に公開されたフランス映画で、現代は、ルガングだ。第二次世界大戦直後のパリを舞台に、実在したギャングの物語を描いているんだぜ。実在のギャングを描いた映画なのね。どんなストーリーなの？物語は、戦後の混乱期に活動したシトロエンギャングと呼ばれる強盗団が主人公だ。彼らは大胆不敵な手口で銀行強盗を繰り返し、警察を翻弄するんだ。リーダーのロベールをアラン・ドロンが演じていて、彼のカリスマ性が際立っている作品だぜ。アラン・ドロンが主演なのね。彼の演技はどんな感じ？ドロンは、冷静沈着でありながら情熱的なリーダー像を見事に演じているよ。彼の存在感が作品全体を引き締めていて、見る者を引き込む力があるんだ。他に注目すべき点はある？そうだな。戦後のパリの雰囲気をリアルに再現した映像美や、ギャングたちの人間関係の描写も見どころだ。友情や裏切り、そして時代の空気感が巧みに描かれていて、ただの犯罪映画以上の深みがある作品だぜ。なるほど。戦後のパリを舞台にした実はベースの映画。興味深いわね。ああ、当時の社会情勢や人々の心理を背景に、ギャングたちの生き様を描いたこの作品は、一見の価値があると思うぜ。第9位。サイレント、ムービー。次は第9位ね。サイレントムービーってタイトルだけど、どんな映画なの？そのタイトルの通り、全編がサイレント、つまりセリフがほとんどない映画なんだぜ。監督主演はコメディの天才、メル・ブルックスだ。1976年に制作されて、日本では1977年に公開された作品だな。セリフがないって本当？それで物語はどうやって進むの？それがこの映画のユニークなところだ。表情や動き、そしてユーモア溢れる演出でストーリーを進めていくんだ。音楽や効果音を駆使して、観客を飽きさせない作りになっている。しかも、セリフがない中で大爆笑できるってすごいことだろ？そうね。普通の映画じゃセリフが大事だと思うけど、逆にそれがなくても成立するってかなりの挑戦だね。その挑戦が成功してるのが、サイレントムービーのすごいところなんだ。物語は、落ち目の映画監督が大ヒット作を作るために、当時の大スターたちを集めてサイレント映画を撮ろうと奮闘する話だぜ。それって、映画業界を舞台にした映画なのね。その通りだ。さらにこの映画では、実際に当時のスターたちがカメオ出演しているんだ。ポール・ニューマンやリザ・ミネリ、バート・レイノルズなど、今でも名が残る俳優たちが登場していて、それだけでも見応え十分だぜ。当時のスターたちが登場するなんて、映画ファンにはたまらない内容だね。ああ、そして、この映画で唯一セリフを話すのが、なんと動物、映画の中で唯一の言葉を話すのはミューって鳴くアヒルなんだ。ここも大きな笑いどころだぜ。セリフを持たせるのがアヒルって、さすがコメディの天才が手掛けただけあるわね。そうだろ？サイレントムービーは、コメディ好きだけじゃなく、映画の歴史や表現技法に興味がある人にも楽しめる作品だ。ぜひ一度見てみてくれよな。第8位、大陸横断超特急。
第8位は、大陸横断超特急ね。このタイトル、どんな映画かすごく気になる。大陸横断超特急は1976年にアメリカで制作されたコメディ映画で、日本では1977年に公開された作品だぜ。現代は、シルバーストリーク、鉄道を舞台にしたサスペンスとコメディが絶妙に融合した名作だ。鉄道が舞台なの？どんなストーリーなのか教えて。主人公はジーン・ワイルダー演じるジョージ・コールドウェルって男だ。彼はロサンゼルス行きの列車シルバーストリークに乗るんだけど、そこで偶然にも殺人事件に巻き込まれてしまうんだよ。ただの列車旅が殺人事件に発展するなんて、ハラハラしそう。まさにそうだ。ジョージは無実を証明するため、なんとか事件の真相を解き明かそうと奮闘するんだ。その途中で出会うのが、リチャード・プライヤー演じるグローガン。彼はちょっと怪しいけど頼れる相棒的な存在で、二人が繰り広げるやりとりがこの映画の見どころなんだぜ。ジーン・ワイルダーとリチャード・プライヤーって、どちらもコメディの名手よね。その二人が共演するなんて贅沢だわ。その通りだ。この映画では、サスペンスフルな展開だけじゃなく、二人の即ぴったりの掛け合いが観客を笑わせてくれる。そして、列車のスケール感あるシーンも圧巻で、まるで自分も旅しているかのような気分になるんだ。列車の中で展開するドラマって、それだけで面白そうなのに、スリルと笑いまで味わえるなんて最高ね。さらに、事件の真相に迫る中で出てくるどんでん返しの展開も見逃せない。最後のクライマックスシーンでは、列車が駅に突入する壮絶なシーンがあって、まさに息を飲む迫力だ。スリルもコメディも楽しめるなんて、すごく贅沢な映画ね。早速見たくなっちゃった。そうだろ？大陸横断超特急は、笑いとサスペンスのバランスが絶妙なエンタメ映画の金字塔だ。ぜひ見てくれよな。第7位、わしは舞い降りた。第7位は、わしは舞い降りたね。このタイトル、なんだか壮大な感じがするけど、どんな映画なの？わしは舞い降りたは、1976年に公開された戦争映画で、現代はザ・イーグル・ハズ・ランディドだ。この映画は、第二次世界大戦を背景に、ドイツ軍がイギリスに対して行う大胆な作戦を描いているんだ。そして、この作品はジャック・ヒギンズの同名小説を映画化したものでもあるぜ。原作があるんだね。それに、戦争映画のテーマとしてもユニークな感じがするけど、具体的にどんな作戦が描かれているの？物語の中心は、ナチスドイツがイギリスのチャーチル首相を捕らえるために計画した作戦だ。ドイツ軍は、イギリスの田舎に潜入してチャーチルをさらおうとするんだけど、計画はトラブルに見舞われていくんだよ。ただの戦争映画って感じじゃないわね。作戦がどんどんうまくいかなくなるの？その通りだ。この映画の見どころは、ただ戦闘を描くだけじゃなくて、緻密な計画が崩れていく様子や、それに直面する登場人物たちのドラマにあるんだ。それに、この映画はジョン・スタージェス監督の遺作でもあるんだぜ。ジョン・スタージェス監督の遺作？それってすごく特別な感じがするね。そうだろ？スタージェス監督といえば、荒野の七人や大脱走といった名作を手掛けた巨匠だ。この映画でも彼の持つ緊張感あふれる演出やキャラクターの描写が光っているんだ。そんな巨匠が手掛けた映画なんだ。それにしても、キャラクターたちの背景や葛藤も描かれてるってこと？その通りだ。主人公たちが単なる敵役じゃなくて、それぞれが抱える背景や動機がしっかり描かれているのがこの映画の特徴だ。特に、マイケル・ケイン演じるリーダーが見せる人間的な弱さや信念が、見る人の心を打つんだぜ。それってただの戦争映画じゃなくて、もっと深いドラマもあるってことだね。そうだな。そして最後のクライマックスでは、予想外の展開が待っているから、最後まで目が離せない作品だ。ジャック・ヒギンズの小説が原作で、ジョン・スタージェス監督の遺作なんて、映画ファンには見逃せない一作ね。その通りだぜ。わしは舞い降りたわ。戦争映画としてもドラマとしても一級品だから、ぜひ見てみてくれよな。第6位、カプリコン1。第6位は、カプリコン1ね。このタイトル、SF っぽい感じがするけど、どんな映画なの？
カプリコン1は1977年にアメリカで公開された SF サスペンス映画だぜ。監督はピーター・ハイアムズで、宇宙開発をテーマにした作品なんだけど、ただの宇宙映画じゃなくて、陰謀とスリルに満ちたストーリーなんだ。陰謀？どういうこと？物語はアメリカの宇宙計画、カプリコン1という有人火星探査ミッションを舞台にしている。でも、実はこのミッション、すべてが嘘だったんだ。NASA が予算削減や失敗のリスクを恐れて、火星探査の映像を捏造するという壮大な陰謀を描いているんだぜ。宇宙探査の映像を捏造するなんて、なかなか大胆な設定ね。でも、どうやってそれがバレないようにするの？そこがこの映画の面白いところだ。NASA は宇宙飛行士たちに嘘の計画を飲み込ませて、すべてをセットで撮影するんだ。でも、その嘘が徐々にバレそうになって、事態はどんどん緊迫していく。そんな状況に置かれた宇宙飛行士たちはどうなるの？宇宙飛行士たちは、真実を知ったことで命の危険にさらされるんだ。政府や NASA が必死に隠蔽を図る中で、彼らは自分たちの命を守りながら、真実を明らかにしようと奮闘する。その中で生まれるスリルと人間ドラマが、この映画の大きな見どころだぜ。ただの SF 映画かと思ったら、すごく深いテーマがあるんだね。そうだな。この映画は、宇宙開発の夢と現実の狭間にある欺瞞というテーマを掘り下げているんだ。さらに、アクションや追跡シーンも見応えがあって、最後まで目が離せない展開になっているぜ。夢と現実、そして陰謀の狭間で描かれるドラマって、すごく興味深いわね。ああ、カプリコン1は SF 好きだけじゃなく、スリルやサスペンスが好きな人にもおすすめの作品だ。ぜひチェックしてくれよな。第5位、キャリー。第5位は、キャリーね。この映画、ホラーの代名詞みたいな存在だけど、どんなストーリーなの？キャリーは1976年に制作され、日本では1977年に公開されたホラー映画だぜ。原作はスティーブン・キングの小説で、彼のデビュー作を元にしているんだ。この作品がキングの名声を一気に高めたんだよ。スティーブン・キングって、ホラー小説の巨匠だよね。そのデビュー作が映画化されたなんてすごいわ。ああ、そしてこの映画の主人公、キャリー・ホワイトを演じたのがシー・スペイセクだ。キャリーは内気でいじめられっ子の高校生なんだけど、実は彼女には超能力があって、それが物語の核になっているんだ。超能力？それってどう使われるの？キャリーは学校で同級生たちからいじめを受けていて、家では狂信的な母親から抑圧されている。そんな彼女が、学校のプロムパーティーでとうとう怒りを爆発させて、超能力を使って復讐を果たすんだよ。プロムパーティーって、いわゆるアメリカの高校のダンスパーティーよね。そこで何が起こるの？パーティーのハイライトで、キャリーが惨めな罠にはめられるんだ。それが引き金となって、彼女の超能力が暴走するんだぜ。そこから先は、もう目を覆いたくなるような恐ろしい展開が続くんだ。なんだかすごく衝撃的なシーンがありそうね。その通りだ。この映画のクライマックスは今でも語り草で、ホラー映画史に残る名シーンとされているんだ。それに、キャリーの悲劇的な物語が観客の心を引き裂くような感覚を残す。ただ怖いだけじゃなくて、物語に深みがあるのね。そうなんだ。この映画は単なるホラーにとどまらず、いじめや親子関係といったテーマにも切り込んでいる。そして、シー・スペイセクの演技が素晴らしくて、見る人をキャリーの感情に引き込むんだよ。ホラー映画としてだけじゃなく、人間ドラマとしても見どころがあるなんて、興味が湧いてきたわ。キャリーは、怖さだけじゃなく、切なさや深いテーマが詰まった傑作だ。ぜひ見てみてくれよな。第4位、八甲田山。第4位は、八甲田山ね。このタイトル、かなり迫力がありそうだけど、どんな映画なの？八甲田山は1977年に公開された日本映画で、監督は森谷史郎だ。この映画は、実際に起きた八甲田山雪中行軍遭難事件を元にした戦争ドラマなんだ。雪中行軍遭難事件って、どんな事件だったの？この事件は、1902年に日本陸軍が八甲田山で行った行軍訓練中に起きたものだ。訓練の最中、
軍の隊員たちは激しい吹雪に巻き込まれ、食料や装備も足りない中で命を落としたんだよ。八甲田山では、その壮絶な出来事が描かれているんだ。それは本当に過酷な状況だわ。映画ではどんな風にその場面が描かれているの？映画は、訓練隊が八甲田山の厳しい自然に立ち向かう姿をリアルに描写しているんだ。特に、雪と寒さに苦しむ兵士たちの心情や、絶望的な状況が強烈に伝わってくる。サバイバル要素が満載で、見る者を引き込んで離さないんだぜ。それってすごく怖いし、心に響く映画だろうね。兵士たちの心理描写も重要な部分なのね。その通りだ。特に主演の高倉健が演じる隊長の葛藤や、部下たちを守りながら自分も命を懸けて戦う姿が感動的なんだ。また、この映画は映像美にもこだわっていて、雪山の厳しい自然がリアルに描かれているんだよ。雪山の描写って、視覚的にも圧倒されそうね。ああ、特に吹雪の中でのシーンは、見る者をその場にいるかのような気持ちにさせる。自然の恐怖を感じさせつつも、その中で生きようとする人間の力強さを描いているんだ。それにしても、戦争映画でありながら、自然との戦いがメインになっているのがユニークね。そうだな。八甲田山は、戦争という枠にとどまらず、自然の厳しさ、人間の脆さ、そして命の尊さを強く訴えかける作品だ。戦争映画にありがちな単なる戦闘シーンではなく、壮絶なサバイバルドラマとして心に残る映画だよ。命がけの訓練とサバイバルを描いた映画って、見終わった後に深く考えさせられそう。ああ、八甲田山は、ただの戦争映画にとどまらず、命の尊さや人間の絆を描いた深いテーマのある作品だから、見終わった後に強い感動を覚えること間違いなしだぜ。第3位、マラソンマン。第3位は、マラソンマンね。このタイトル、どんな映画なのか想像がつかないけど、教えて。マラソンマンは1976年に制作され、日本では1977年に公開されたアメリカのスリラー映画だ。監督はジョン・シュレシンジャー。主演はダスティン・ホフマンだぜ。この映画は緊張感のあるストーリーと迫力のある演技で知られている名作だよ。スリラー映画ってことは、かなりドキドキする内容なの？そうだな。この映画は、ナチスの戦犯を追う陰謀劇と、一人の青年の過酷な試練を描いたスリリングな展開が特徴だ。ダスティン・ホフマン演じる主人公の学生、ベイブが、突然恐ろしい陰謀に巻き込まれてしまうんだ。陰謀に巻き込まれるって、何が起きるの？ベイブは大学でマラソンを趣味にする普通の青年なんだけど、ある日、兄が謎の死を遂げる。そして、その死をきっかけに、ナチスの残党が絡む事件の渦中に放り込まれるんだ。命を狙われながらも、彼は真実を探し求めることになるんだよ。ナチスの残党が絡んでるの？それってかなりシリアスな展開になりそう。その通りだ。この映画の恐ろしさの一つは、敵が冷酷な元ナチスの司会、クリスチャン・セル博士なんだ。彼を演じたローレンス・オリビエは、この映画でアカデミー賞にもノミネートされたんだぜ。司会が敵？なんだか不思議だけど、それがどんな風に恐怖につながるの？セル博士は、歯科治療の器具を使って主人公を拷問するシーンがあって、これが観客にトラウマ級の恐怖を与えたんだ。この映画を語る上で絶対に外せない、衝撃的な名シーンだよ。そんな怖いシーンがあるなんて、想像しただけでゾクゾクしてきた。でもその恐怖だけじゃなくて、主人公が必死に立ち向かう姿や、事件の真相に近づいていく緊迫感が見どころなんだ。さらに、ニューヨークの街を駆け抜けるマラソンのシーンも映画の象徴的な部分だぜ。ただのスリラー映画じゃなくて、人間ドラマとしても深みがありそうね。そうだな。マラソンマンは、陰謀、恐怖、そして人間の勇気を描いたスリラー映画の傑作だ。最後まで目が離せない展開だから、ぜひ見てみてくれよな。第2位、ロッキー。第2位は、ロッキーね。このタイトル、誰もが一度は聞いたことがある名作よね。その通りだぜ。ロッキーは1976年に制作され、日本では1977年に公開されたアメリカ映画で、スポーツ映画の金字塔と呼ばれている作品だ。
主演も務めたシルベスター・スタローンが脚本を書いて、自らの夢を叶えた伝説的な映画なんだよ。スタローンが脚本まで手掛けたの？それってすごい情熱ね。でも、どんなストーリーなの？物語は、フィラデルフィアで暮らす無名のボクサー、ロッキー・バルボアが主人公だ。彼は借金の取り立てをしながら、ジムでボクシングの練習を続けているんだけど、ある日、世界ヘビー級チャンピオンのアポロ・クリードから試合の挑戦を受けるんだ。無名のボクサーがチャンピオンと戦うなんて、すごい話ね。それでどうなるの？ロッキーは、周囲からは勝てるはずがないって言われながらも、自分を信じてトレーニングに励むんだ。恋人のエイドリアンやトレーナーのミッキーといった仲間の支えを受けながら、彼は全力で挑戦に挑むんだよ。その努力と挑戦の姿が、この映画の魅力なのね。ああ、特にランニングのトレーニングシーンや、フィラデルフィア美術館の階段を駆け上がるシーンは、映画史に残る名場面だ。この映画は単なるスポーツ映画じゃなくて、夢を追いかけることの大切さや、人間の持つ強さを描いているんだぜ。夢を追いかけるロッキーの姿に、見る人も勇気づけられるんだろうね。その通りだ。そして試合のシーンも圧巻で、ラストの展開は感動的なんだ。勝ち負け以上に、ロッキーの戦いの姿勢が観客の心を揺さぶるんだよ。ロッキーって、ただ強いだけじゃなくて、挑戦し続ける姿勢が魅力的なんだね。そうだな。この映画はアカデミー賞で作品賞を受賞して、スタローンを一躍スターダムに押し上げた作品でもある。ロッキーはスポーツ映画の枠を超えた、人生そのものを描いた映画なんだ。絶対に見て損はないぜ。第1位、幸せの黄色いハンカチ。第1位は、幸せの黄色いハンカチ。この映画は、ただのドラマじゃない深いテーマがあるんだね。そうだな。この映画の中心には、出所したばかりの元炭鉱夫島優作、高倉健がいる。彼は過去に犯した罪を償い、再スタートを切ろうとするんだが、その過程で心の葛藤や人間関係が描かれているんだ。葛藤って、どんなところで描かれているの？まず、優作が出所後、かつての妻である三江、賠償千恵子と再会するために向かうんだ。しかし、三江が彼を待っているかどうかがわからない。優作は、もしまだ一人暮らしで俺を待っててくれるなら、鯉のぼりの竿に黄色いハンカチをぶら下げておいてくれ、それが目印だ。とハガキに書いているんだ。なるほど。その黄色いハンカチが象徴的な存在なんだね。その通り、黄色いハンカチが、優作と三江の間にある未解決の問題を象徴しているんだ。もし三江が待っていてくれたら、それが希望の証となり、優作にとって再生のきっかけになる。しかし、それが掲げられていなければ、優作は再び自分の人生を諦めてしまうんだ。それは強い象徴だね。では、映画の進行はどうなるの？優作が向かう途中、彼は偶然、失恋して昇進旅行に来ていた花田金や武田鉄矢と出会う。そして、二人は一緒に旅を続けることになる。彼らは様々な困難に直面しながらも、最終的には優作が過去と向き合い、再び三江との関係を修復しようとするんだ。金谷と明美、桃井かおりも旅に加わるんだね。三人の関係がどう展開していくの？この三人の旅の中で、優作は過去に犯した罪と向き合い、金谷や明美は優作の心情に触れ、彼の再生を手助けする。特に、優作と金谷の福岡県出身という共通点がきっかけで、二人の心の距離が縮まるんだ。その過程がすごく感動的なんだろうね。最終的に黄色いハンカチがどうなるの？最終的に、優作が夕張に到着すると、黄色いハンカチが掲げられているのを見つけるんだ。これが彼にとっての希望の証であり、再生の瞬間なんだ。三江と再会し、二人の関係が修復されるシーンは本当に感動的だ。それを見届けた金谷と明美も、自然に心を通わせ、映画のラストでは強く抱き合ってキスを交わすんだね。その通りだ。この映画は、ただの再会や恋愛の話ではなく、人生の中でどれだけの試練を乗り越え、どう立ち上がるかを描いた心に響く作品だ。幸せの黄色いハンカチは、人間の絆や再生の大切さを教えてくれる映画なんだね。ああ、
この映画は見終わった後に、心が温かくなること間違いなしだ。ぜひ見て、感じてみてくれよな。総評またはまとめ。さあ、これで1977年日本公開映画ベスト10のランキングは終わりだけど、どの映画も本当に印象的だったわね。ああ、1977年は映画界にとっても素晴らしい年だったな。ロッキーや幸せの黄色いハンカチ、キャリーなど、ジャンルも様々で、どれも今でも語り継がれる名作だぜ。それぞれが持つテーマも深いし、俳優たちの演技も光っているよね。その通りだ。特に、ロッキーのシルベスター・スタローンや、幸せの黄色いハンカチの高倉健、倍賞千恵子など、俳優たちが作品をさらに素晴らしいものにしていたんだ。映画を通じて、再生や人間ドラマの大切さを感じさせられたわ。映画はただの娯楽じゃなくて、人々にメッセージを伝える力があるんだな。どの作品も、見終わった後に強い感動を残してくれる。どの映画も見たくなっちゃった。1977年の映画、ぜひ振り返ってみたいわね。その気持ち、すごくわかるぜ。これらの映画を見ることで、きっと新たな発見があるはずだから、ぜひ楽しんでほしいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。